働いたら負けだと思っている。だから今の自分は負けていると思っているのであります。まず最初に AI ナレーターの声が聞き覚えのある人に似ているが、もちろんその人とは一切関係ない5人なんじよ。日差しが和らいだ後は夏バテ真っ盛りの標高の頃。いかがお過ごしですか？引きこもり生活応援チャンネルの AI ナレーターです。労働は命よりも尊いと言われていましたが、これは国家が庶民を統制するために自教をベースにして開発された国家神道というカルト宗教思想の仕組みによって強要されたものであります。つまり日本版社会主義思想によるプロパガンダの一環なのであります。今、働いたら負けという言葉に代表されるように、労働を抑制して消費活動でお金を循環させて収益を得る方向となっており、労働の呪縛にとらわれる人は己の人格、人権を放棄することになっているのであります。とは言っても手っ取り早く収入を得るには労働による対価としての収入が確実であるという事実もありますので、引きこもり生活を続けるためにも労働収入を収入確保の構成に組み入れる必要からは逃れることはできない現実なのであります。かつて引きこもりには無職が多いと言われていましたが、今ではファイヤーを実現したものの特権となっています。健全な引きこもり生活を続けていくには安定した収入や資産が必要。今やお金に困っている無職の引きこもりはセルフネグレクトの一つと思っていいでしょう。それでは引きこもりにふさわしい労働について語っていきましょう。1、できることをやろう、続けよう。引きこもり生活を始めるためには無職でなければならない。そんな決まりはどこにもありません。引きこもり生活を始めたいからといって今やっている職業を放棄する必要性は一切ないのであります。これから引きこもり生活を始めるのであれば、部屋を快適にするための初期投資も必要ですし、さらにはネットスーパーのような引きこもり生活に適応したショートリストの仕組みも整っています。無駄な外出を繰り返すことよりも引きこもり生活で発生するコストの方が支出を圧倒的に抑えることができますが、なくすことはできません。このことから分かるように、引きこもり生活を堪能するためにも収入確保を必要ですし、今やっている収入確保のための職業を放棄することは意味のない行いなのであります。引きこもり生活にはお金が必要。収入確保は外せない前提条件。働かずに引きこもり生活を実現したいのであれば、ハイアートを目指して今できることで収入を確保し、資産が築き上げてください。2、収入確保のほかに得られる学びも大切。労働によって得られるものは金銭の収入であることが前提であることは当然ですが、他にも行う作業によって学びを得られるという付加価値のあるものもあります。例えば建築業、家が大好きな引きこもりにとって従事しながら家づくりについて学ぶ機会が同時に得られる効果が期待できます。教会についての闇の部分が明るみになされていることから続けられる職場に就くことは引きこもりでなくても困難な世界ではありますが、所持資格の関係などで就職できちゃった場合は短い間でも家づくりの勉強をするつもりでいるのもいいのかもしれません。意外に思われますが、接客をする仕事も引きこもり生活を目指す人々がついていたりします。私が知っているところでは、引きこもり生活を目指すためにタクシーの乗務員をやっている人がいます。引きこもりなら人と直接関わることが面倒なはずなのに、なぜ運送業の中でも接客の重要度が高いタクシーの乗務員を選んだのかと思いましたが、いろんな人の話を聞いて引きこもり生活実践のヒントとなるものが得られるかもと思ったからだそうで、そういう考え方もあるんだなと感心してしまったのであります。
マイペースで働いている可能性の高い仕事ではありますし、運送業の中では生活の時間を確保することもしやすいことから、明けの日に引きこもり生活実現の計画を練ることもできそうではあります。ただし、対人恐怖症のことは確実に精神をやられますので、選んではいけない仕事なのであります。3、あなたに合った仕事が引きこもりにふさわしい仕事。今回は最初から結論が出ているようなものでしたが、仕事をしている人こそ引きこもり生活は心と体の平衡を保つために最も適合した生活様式ですし、引きこもり生活を実現するために働くということは至極真っ当な価値観なのであります。引きこもりは無職でなければならないなどと抜かしている者たちは、引きこもりを悪者扱いして儲けている者たちとこじつけ、引きこもり生活にはお金が必要ですから、働いているから引きこもり生活は無理などと諦める必要性は一切なく、引きこもり生活を続けるために仕事も続ける。これこそが今を生きる引きこもりたちが持つべき王道ともいえる価値観なのであります。すなわち、引きこもりにふさわしい仕事とは、リモートワークのできない職種であっても何ら問題でなく、ご自身が普通でなく効率よく我に合っていると感じられることを続けるだけ。そして生活は引きこもり生活をしっかり堪能する。これでも引きこもり生活は確立できているのはあります。だから具体的なおすすめ職種や業界などは存在していないのであります。それでもまとめ。働いたら負けであり、働いている人々は負けている人々でありますが、そのことが必ずしも人生の終了を意味するものではありません。ファイヤーなども働かなくてもいい毎日を手に入れるための修行と捉えて、充実した引きこもり生活を実現するための踏み台として労働地獄の毎日を活用してください。引きこもり、存在自体が社会貢献。引きこもり生活を諦めちゃいかん。